学生の頃をタイムスリップしてくれるアイテムですね、この辺は。憧れのショーン・ストゥーシーと一緒にものづくりができた。ピガスと個人でコラボしたってことですよね。そうですね。すごくない？はい、こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、大阪遠征をしておりまして、珠玉の5選なんですけども、今回はイマジンの谷さんになります。イマジンの谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。夏にはね、何回か出てもらっているんですけどね。そうですね。はい、ありがとうございます。ここはどこにいるの？ここはイマジンの、お店の2階で、僕たちでいうとアイメスっていうスタジオになります。週末ここの2階を使ってポップアップでしたりとか、あとは展示とかしたりしまして、楽しんでいただけるようなスペースになります。特別にお借りして珠玉をやらせていただいてるんですけども、選ぶの難しかったでしょ？これをゲットした時の思い出であったりとか、今かぶったりとか着てはないけど絶対手放せないものっていうのをちょっと中心に、ちょっと見えてるね。なんかでもなんとなく谷さんっぽさを感じるものかなって気はしてます。じゃあ早速なんですけれども、1個目お願いします。1つ目、はい、こちら、ショーン・ストゥーシーの、キャップなんですけど、ちなみにショーンさんっていうのはストゥーシーを作った人。そうですですね。そうですね。僕実は94年から95あたりはずっとちょっと海外の方に留学してまして、ストゥーシーのアイテムっていうのを持ってなかったんですけど、ホームステイ先のところで初めてこれゲットするんですよね。もういいよお前持っとけよって言われて、いらないからあげるよみたいな。そうこのタグが96年までの時期の白タグって言われるトラッドの外しであったりとか、メゾンブランドを着た時のちょっと外しであったりとかっていうので、この帽子助けられたなっていうので、だってそういい感じに色合わせもしてるもんね。そうです。これ今でも被ってますね。30年ぐらいですね。すごいね。なんでストゥーシーにそんなにハマったの？なんか谷さん今日もそうだけど、すごいストゥーシー好きじゃない？いや、ストリートって言われるそのジャンルをやっぱマスターで作った方ではあるんですけれども、やっぱこうそのカルチャーをミュージシャンであったりとか DJ であったりとか、いろんな方々に広めれるフォントの力っていうのがやっぱすごい自分もグッて惹かれた一人ではありますし、実際にやっぱお会い後で出てくるんですけど、会って自分が考えていたこと、質問したことのまた全然違う角度から答えが返ってくるところも、頭の使い方がやっぱ全然違うところにいる方なんだなっていうので、実際に会って初めてさらに思ったって感じがします。それは後から話が出てくるわけですね。はい、なるほど。じゃあ次いきますか。これがなかなかなダメージな感じの。そうですね。98年とか、多分それぐらいだと思うんですけど、ワンワンっていうフリーマーケットがあって、大阪でよくやってたんだ。そうです。お金当初そんなにもちろんないんで、アルバイトで頑張ったとしてもそんなにないんで、いいデニムは履けないなっていうので、本当はね501のビッグイとか履いてみたいとか、そういう憧れもあったんですけれども、身長も含めてなんですけど、そんなにかっこよく履きこなせなかったんですよね、501が。ただその時リーバイスの中でも腰回りたっぷりのテーパードした505っていう品番、たまたまフリマに出ていたやつ、実はこれこんなにもちろんボロボロじゃなかったし、いい性能の50566を安く譲っていただいたんですね、おっちゃんに。でそっからもずっと履いて、この直し方はなんか斬新じゃない？糸が違う。嬉しいです。この辺はカシミヤの糸で、カシミヤなんだ。手縫いで補修をしていただく縫い子さんのプライベートブランド山中さん、その方が、手縫いでこういうのを全部直してくれるんですね、ハンドで。カシミヤでやることで柔らかいんですよ。確か履きやすくなるんだ。もう自分の足の形になった505、もう品番はないぐらいですよね。さっきもそうなんですが、エレガントなものにこういうちょっとボロを合わせたりとかっていうのがすごい好きなので、谷さんはこれがずっと履き続けられるってことは20年30年変わらない同じ体型を維持していると栗野さんにも言ってはりましたよね。そうちゃんと気になるの。いや実はこれに関しては、当時ジャストサイズはやっぱこう高かったんですよね。でこれちょっと34から5ぐらいはあると思うんですよ、6とか。だから当時はもうガボガボでした。なるほどなるほど。で今ちょっと僕も太ってきたんで、デニムをタフにさらっと履けるぞっていうので、ちょうど今ジャストです。結構綺麗に今やっと履けたなっていう感じなんで、なんかこういうのもやっぱこう次世代じゃないけど自分の子供に譲っていけたらなとか、こんな汚いかいらないよって言われるかもしれないですけど、いるよね。
いやでも本当に学生の頃をタイムスリップしてくれるアイテムですね、この辺は。あの時のアメ村とか、あの時のフリーマの雰囲気であったりとか、懐かしいなっていうのは思い出させてくれるアイテム、僕にとっては。アイテムと思い出が紐づいてるわけですね。そうですね。じゃあ次いきますか。次はこちら。ジャケットをビームスの40周年で自分が担当させていただいたショーン・ステューシーの、ステューシーの次に立ち上げたブランド SW と、ビームスの、コラボレーションのスタジャン、10年前ぐらいですかね、ロサンゼルスに行ってショーンが、スタジオを構えているサンタバーバラに行って一緒に商談をさせていただいた思い入れのあるスタジャン。もう自分にとっての憧れの存在である。そうです。それも会えるかどうかもやっぱ分からないというか、やっぱアーティストなので波長が合えばうまく作れるんじゃないかな、もしくは波長が合わなければ僕が、前在籍していたビームスの、40周年の記念のこのアワードジャケットが作れない、ドキドキしながら行ったのを覚えてますよね。どういうこだわりがあるの？まず、ショーンのちょっとひねくれた考え方、やっぱここをいじらないと面白くないっしょっていうところがやはり頭の中であるので、このリブの使い方のアシンメトリー、こっちがダブルになってこっちがシングル、そうです。赤と白。やっぱビームスといえばちょっとこうクレイジーパターンであったりとか、アシンメトリーとかっていう使い方も多いと思うので、その辺も加味してデザインしていただいたっていうところと、ショーンフォントのこのビームス、あ、本当だ、特別に作ってもらったんだ。そうです。これはこの内側、これ綺麗な。でこれはプロトタイプなんで、ナンバーワンはショーンを持ってるんですが、僕はプロトタイプのナンバー2、2016年ですね。2016年。ここもすべてナンバリングを入れてもらったメイドインアメリカ USA の、スタジャン。僕にとってはやっぱしこう憧れのショーン・ステューシーと一緒にものづくりができた、今僕がこうつけているディングもそうです、このタイミングで一緒に作ったビル・ウォール・レザーっていうLA のド不良のシルバーアーティストとショーン・ステューシーのコラボレーションのこのカレッジリング、これも40周年のタイミングで一緒に作ったんですけど、これのロゴと一緒だね。そうです。なるほどなるほど。 SW ですね。貼ったの見たい、見たい見たい。今ちなみに母がいるんですけど、ここにマネージャーですマネージャー。今母のような目でね、谷さんが大丈夫か大丈夫かって見つめてましたよ。入ります入りますいい感じ、肩もなんかジャストだし。そうです。なんでこれもね、なんかやっぱ当時のやっぱそのフィッティングを象徴してるかもしれないんですけど、今多分作るとしたらオーバーサイズで作るかもしれないんですけど、やっぱある程度フィッティングがもうジャストサイズなんですよね。ちょうどピタッとなってね。ショーン・ステューシーはネイビーのことをトゥルーネイビーってよく言うんですけど、真実のネイビー、すごいネイビーってやっぱ力強さであったりとか男の背中の色っていうふうに結構言われてるみたいで、なんかこう強さっていうところも演出したスタジャン。レザーもちょっとネイビーだもんね。そうです。開くとちょっと色気出るね。そうですね。はい。赤のこうギラッとした感じが出ていいね。じゃあ4つ目は。はい。4つ目、じゃじゃん。じゃじゃん。次はベストですね。そうです。これはロゴからいくとゼパニーズクラブ。はい。ゼパニーズクラブは、イマジンさんがやってるブランドといえばなんて言えばいいんだろう。アーティストのベルディ君と2017年、要はイマジンオープンの時にプロジェクトとしてスタートしたブランド。でそこで今までのアーカイブを見た時に、何が一番思い出残ってるかねっていうので話した時に2人一致したのがベストになります。ほう、どういうことですか？これはチマヨ村にあるオルテガって聞かれたことありますか？ないです。何ですかそれは？チマヨ村にはオルテガであったりとか、センチネラであったりとかトルフィリオスであったりとかっていう3つの工房があって、センチネラっていう、この工房が一番柄出しがすごく綺麗っていうので、ベルディ君が、デザインしたグラフィックが、伝統あるクラフトマンによって制作されたどうなるのかっていう化学反応がこのアイテム。なるほど。でこの織りもね、ラウンドするのがすごい難しいんですよ。織り機でこれ何回もサンプルを作り直してやっとできた、ちょっとブサイクじゃないですか。ちょっとパーフェクトではないですね。ちょっとそうです、この感じが温かみがあったりとか、3代続いてこう全然切れるよっていうようなベストなんですよね。平面的な表現はすごいやっぱしこうグラフィックは多いんですけど、それを 3D 化するといいますか、人の手によってさらに
温かみを増すっていうのは今まであんまりストリートブランドとかそういったところにはなかったんじゃないかなっていうので、確かにその化学反応がね、あることによってより奥行きのあるものづくりができるってことですね。そうです。ちなみにこれジャパニーズクラブじゃないですか。はい。この隣のこのロゴ、これってこれですね。そうです。何かなって一緒じゃなく、何なの？これはね、マン・イン・ザ・メイズって言って、ホピ族ではすごく象徴的なシンボルなんですけれども、人生の迷路を表しているんですよ。でもいつかいいゴールがあるよっていう願いがこのマン・イン・ザ・メイズになります。これはマンなんで人がここにいるんですけれども、僕のこのそうです、馬は自分の馬年、馬っていうのと自分の名前が篤人の篤が馬入ってるんで書いてもらってっていうので、いい人生を送れるようにっていう意味。いいなんで、僕よくこうテーラードのジャケットの上からこういうベスト着たりとかインナー使いしたりとかよくしてます。良い順調ですか？いちいちさ、谷さん、ユナイクのこと見るよね。最後の一つは何でしょう？これかな？なんとなくあるけど。アディダスのスーパースター 80s タニーモデルっていうので、自分がアディダスと個人でコラボしたってことですよね。そうですね。すごくない？どういう経緯でコラボになったの？アディダス様から連絡いただいて、なんかやりませんかっていうふうに言っていただいた時に、ほんまにって思って、僕も大阪人としてひねくれ者なんで、ちょっとひねくれたアイテム作りたいなと思ったんですが、自分スーパースターじゃないしなって、中途半端なスーパースター出そうかなっていうので、中途半端なスーパースターでシェルなくしたりとか、サンダル風のスーパースター作ろうかなとか、そういう企画をいっぱい出したんですよ。結局ダメだと。なるほど。 NG です。そういうスーパースターじゃないと。で1年越しで結構いろいろお話しながらできたのがこちらだったんですけど、どんな特徴があるんですか？そうです。この3本の線、これなんか意味あるの分かります？実は昔の、スニーカーの構造上もそうなんですけど、この補強バンドがなければ、こうちょっとフォルムがうまくいかないと。ヘニヘニになっちゃう。そうです。なのでこの補強をつけたっていうところの歴史をちょっと紐解いて、この一本一本の線を僕は人と見立てて、人間っていうのは一人で生きてるんじゃなくてみんなで生きてんだよ、みんなで生かされてんだよっていうメッセージを、そういうのを気づいてほしいなっていうので、まずここをあえてなくしたようなデザインにしたっていう。両方こっちの色がないというか。そうですそうです。こういう感じ。あとやっぱスーパースターっていうのはやっぱストリートのイメージがむちゃくちゃ強い、スポーツのイメージがすごい強かったんで、上質なレザーのライナーを使ったりとかで、ちょっと見えないところの美学ふんだんにセットしていたっていうのが僕のモデルなんですけれども、ショーン・ストゥーシーもかなり似たモデルをやったことがあるんですよ、アディダスで。ただ販売っていうのがちょっとうまくこう全世界的にいかなかったっていうところの幻のモデルだったんですよね、それが。で自分はそれを分かっていたんで、あの時のモデルをみんなに届けたい。ただそのまんま作ったらコピーになるんじゃないって思ったんで、当時多分ショーンのモデルはここも全部白。なるほどなるほど。でほぼ同じです。なるほど。あの時のモデルの未完成なモデルを作ろうっていうので、ここないと。そうです。なるほどね。で、そういうサブストーリーもあると。そうです。実際に僕これショーン・ステューシーに送って、これ俺のモデルとめちゃめちゃ近いじゃんみたいな感じで言われたんですけど、意図を説明したら、そうだよなみたいな感じではバックしてくれましたね。なるほどね。あとはここですね。ここに谷さんのサインが入ってるってことですね。ちなみにですね、私こっち持ってます。そうですね。こっち持ってます。なんか全部にストーリーあったね。素敵。素晴らしい。皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。